狂気がもたらした開発計画 RX80PR ペイルライダー。 RX80PR ペイルライダーは2014年発売のプレイステーション3用ゲームソフト機動戦士ガンダムサイドストーリーズのシナリオ機動戦士ガンダムガイデンミッシングリンクに登場する機体です。その人気の高さから漫画版機動戦士ガンダムガイデンミッシングリンクや機動戦士ガンダムアグレッサーでは様々な派生機体が登場しています。また2021年1月にはバンダイホビーサイトにてプロジェクトペイルライダーが始動するなどさらなる盛り上がりを見せている機体です。今回はそんなペイルライダーシリーズとペイルライダー計画について解説させていただきます。人は死んだらもう会えないんだ。宇宙世紀0079ジオン公国と地球連邦軍の戦いである一年戦争において地球連邦はジオン軍のモビルスーツであるザクに対抗するべく量産型モビルスーツジムを開発します。そして一年戦争末期にはバリエーション機の一つとしてジムコマンドが開発されました。ジムコマンドは OVA 機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争の劇中では従来のジムと同様のやられ機体として登場していますが、機体スペック上はガンダムと同等以上の性能を持つ高性能機です。そしてそんなジムコマンドに同じくジムの改良型として開発されたジムスナイパーカスタムの設計コンセプトを加えることでジムスナイパー2が開発されました。そして地球連邦軍はカタログスペック上は RX78 ガンダムを凌駕する水準を誇る機体として完成したジムスナイパー2をベースにしてその後を見据えた次世代モビルスーツを開発する計画を立案します。そして当時の最新技術を導入した機体としてペイルライダーが完成しましたがコスト問題から量産には至りませんでした。その後これに目をつけたレビル派の高官グレイブが NT1 アレックスなどの開発を行っていたオーガスタ研究所へペイルライダーを譲渡しました。こうしてグレイブは次世代モビルスーツの開発計画としてペイルライダー計画を秘密裏に推進していきます。グレイブは特殊システムハデスを搭載できるモビルスーツを求めます。ハデスとはブルーディスティニーに搭載されたエグザムシステムをもとにオーガスタ研究所で独自に開発された戦闘用 OS です。モビルスーツのリミッターを強制解放して 100% の機体性能を引き出すと同時に教育型コンピューターが最適解をパイロットに伝達したり強制的に起動するシステムです。そのため自動的に動くモビルスーツにパイロットが合わせる必要があるのでパイロットには動体視力や反射能力そして G に耐えられる強靭な肉体そして痛みや恐怖を和らげられる強靭な精神力が必要となります。そこでグレイブはペイルライダーの開発を進めると同時にハデスに耐えられる強化人間を生み出すため非人道的な研究を進めていきます。こうして開発が進められたペイルライダー計画ではまず試作1号機から試作3号機が作られました。試作1号機は公式ホームページ上は試作1号機という名称のみが表記されていますが漫画機動戦士ガンダムガイデンミッシングリンクではホワイトライダーという名称で特殊兵装シェキナーの検証が行われている機体ということが明らかにされています。試作2号機はレッドライダーと呼ばれており漫画機動戦士ガンダムアグレッサーの主役機として登場しています。レッドライダーはもともと肉体を強化された繊細孤児が使い捨てのテストパイロットとして登場させられていましたが主人公チェイス・スカルガードが登場し戦いを繰り広げていくことになります。レッドライダーにはアレスという実験用回路が組み込まれており300秒間だけ運動性能を 150% 向上させることが可能です。アレスはパイロットへ殺人的な負荷がかかるのでパイロットが死亡した際はリムバと呼ばれる電気ショックの蘇生プログラムが発動するようになっています。武装としてはマシンガンやビームサーベルなどの一般的な武装のほか重心にヒート剣を装備した 100mm マシンガンや攻防一体兵装ツバイハンガーを装備しています。試作3号機は一切が謎に包まれているので今後新たに設定が出来上がるものと思われます。こうして3機の試作機の検証を経てハデスを搭載したモビルスーツとして完成したのがペイルライダーとなります。コクピット、この空間が私の知る世界のすべてだから。ペイルライダーは
ガンダムタイプとジムタイプの中間的な外観を持ちます。ジムスナイパー2をベースに開発が行われたものの、バックパックはガンダム4号機や5号機と同様のものを使用して高性能化が図られています。逆部スラスターはジムスナイパー2のものをベースに高出力化し、さらに逆部側面に増加スラスターユニットを装備していることも特徴的です。ハデス発動時には機体各部の排気口が強制排気により灼熱化するほどの出力を発揮します。またエグザムを模倣しているので各部センサーも赤く発光します。武装としてはまず頭部バルカン砲やビームサーベルに加え、ガンダム4号機5号機と同様に腕部ビームガンを搭載しています。陸戦用装備としてはジムと同様のマシンガンと逆部に3連ミサイルポッドを装備し、さらに陸戦型ガンダムと同様の 180mm キャノン砲を持っていますが、こちらは砲身が折りたたみ式になっています。宇宙用装備としては空間戦仕様としてガンダム4号機5号機と同じくジャイアントガドリングガンやハイパービームライフルを装備します。またガンダムバトルオペレーションではバズーカやビームライフルを装備した軽装備仕様も存在しています。ペイルライダーはハデス起動時に機体の動きに耐えられるパイロットが必要なので、オーガスタ研究所で強化された繊細孤児の少女クロエ・クローチェが登場します。劇中でグレイブはお抱えの私兵部隊スレイブレイスを用いて反レビル勢力を排除するべく暗躍していましたが、ある時スレイブレイスが不要になったと考え、スレイブレイスを排除するべく刺客としてクロエがペイルライダーを送り込みました。ペイルライダーはスレイブレイスとジオン軍特別競合部隊マルコシアスとの戦闘に介入し、圧倒的な性能を見せつけました。幾度にもわたる戦いを繰り広げた後、決戦の舞台は宇宙へ移りますが、その後の展開はゲーム版と漫画版で異なっています。まずゲーム版ではペイルライダー計画を実行していたオーガスタの極秘研究施設はスレイブレイスによって破壊され、ペイルライダー計画は終了します。さらにスレイブレイスはペイルライダー計画の非人道的な人体実験のデータなどを反レビル派の将軍へ密告してグレイブを失脚させます。残ったペイルライダーはアバオア空戦に投入されましたが、ジオンのマルコシアス隊の決死の連携によって機体を無力化され、機体とクロエは鹵獲されました。こうしてペイルライダーとクロエはマルコシアス隊のヴィンセント・グライスナーに保護され、以降ジオン残党軍としての活動を担っていくことになります。漫画版ではスレイブレイスはグレイブを直接暗殺するために宇宙へ上がります。そこでスレイブレイスの隊長トラビス・カークランドはグレイブの軍団の中に格納されていたペイルライダーの量産戦闘機ペイルライダーキャバルリーを強奪しました。ハデスもろともオーバーロードさせてやる。ペイルライダーキャバルリーはペイルライダー計画の集大成として量産化を主眼に再設計された機体です。そのためハデスは一般兵士用にデチューンされていますが、それでもパイロットの負担は依然として高く、暴走する危険性も残されています。武装としてはペイルライダー空間戦仕様の装備からワンブビーム砲とガトリングがなくなった代わりにビームサーベルがビームジャベリン兼用になっているほか、複合型特殊武装シェキナーを持ちます。シェキナーはジャイアントガトリングとメガビームランチャー、そしてマイクロミサイルランチャーの3種を一つに集約したものであり、これによって複数の武装を装備する際のデッドウェイトを解消することに成功しました。漫画版ではマルコシアスはクロエがペイルライダーを止めきることはできませんでしたが、トラビスがペイルライダーキャバルリーが介入し、死闘の果てにクロエを止めることに成功しました。そしてトラビスはグレイブの暗殺を遂げています。また地上のオーガスタ極秘研究施設はトラビスの仲間たちによって跡形なく消滅されました。一年戦争終結後、ペイルライダーキャバルリーがどうなったのかは語られていませんが、ジオン残党軍の機体となったペイルライダーはゲルググ系列のパーツで補修してペイルライダーヴィンセント・グライスナー機になりました。ゲルググイエーガーのビームマシンガンや全腕部ビームスポットガン、ビームマギナタを持ち、逆部にイフリート界の6連装ミサイルポッドを装備するなど、ジオン色の濃い改修が施されています。作中では薬がなければ生きていけないクロエを元の体に戻すべくマリアナ諸島の旧ハデス研究施設に向かいますが、途中でペイルライダー・デュラハンからの追撃を受け戦いを繰り広げます。ペイルライダー・デュラハンは
一年戦争終結後に組み立て途中で投棄されていたキャバルリーを元に復元した機体です。しかしすでにハデス研究施設が失われていたので、デュラハンにはハデスが搭載されていません。そのため首なし騎士デュラハンのコードネームが与えられており、武装面でもシェキナーではなくハイパーバズーカ、ヒートランス、ガーディアンシールドといった他の機体の特殊装備が集約されています。ハデス被験隊の生き残りであるフィルデールが登場し、ヴィンセントが登場するペイルライダーと死闘を繰り広げました。ペイルライダーデュラハンは撃破されましたが、宇宙世紀0084デュラハンの兄弟機近代化改修を施した機体ペイルライダー D2 が登場しました。アナハイムラボラトリーログに登場したティファーンズカラーのペイルライダーです。ティファーンズがジムクエルに代わる次期主力機を検討する際にデータ収集のために運用された機体であり、デュラハン同様にハデスは搭載されていませんが、キャバルリーが装備していたシェキナーを装備しています。生き残ったヴィンセントとクロエが登場したペイルライダーはその後もジオン残党軍で改修が続けられました。そしてハデスはそのままにしつつも、フレームはセミモノコック構造からムーバブルフレームに置き換え、ネオジオンの最新技術を盛り込み通りスリッターになりました。武装としてはバックパックのスラスターバインダーにインコムを計6機装備し、各インコムの裏側にはドライセンと同様のトライブレードが接続され、インコム射出後にトライブレードを放つといったトリッキーな攻撃も可能です。ハイパーナックルバスターやメガ粒子砲付きシールドを携行しているほか、両肩はサブアームにもなります。ミッシングリンクのゲーム内では宇宙世紀0090にヴィンセントが狩るギラドーガとクロエが狩る通りスリッターはシャアが率いる新生ネオジオン軍に合流し、グレミートと派のネオジオン残党の偵察任務に出ますが、ヴィンセントのかつての仲間が狩るクイーンマンサとの戦闘になり、クロエは脱出カプセルで何とか一命を取り留めるも、機体は大破して失われました。ペイルライダーは地球連邦軍の闇深い機体として描かれました。ペイルライダー計画は次世代の高性能モビルスーツを作り出すことを目指した結果、ハデスに対応できるパイロットを無理やり作り出すという非人道的な行為につながり、その先にフー・ムラサメやロザミア・バダムなどの強化人間を作り出すことになっていくのです。余談ですが、ペイルライダーのパイロットクロエ・クローチェはペイルライダー計画によって過度の強化が施され、重度の記憶障害を引き起こし、薬がなくては生きていけないペイルライダーに狂わされた人生を送っていましたが、機動戦士ガンダムガイデンミッシングリンクのエンディングではクロエがヴィンセントとの子を抱いている描写があり、戦争とは無縁の幸せな光景が描かれています。全員俺のとこに来い。お前らにはまともに生きる権利、いや義務がある。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。